こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日はインカムのバッテリー交換をしてみたいと思います。これはセナ 20S。こっちはセナ SRL2 です。まだ保証期間が残っていると、分解することで保証対象外となってしまいます。私の場合は4年ほど経ち、とっくに切れているので、もし壊れたら買い替えです。自己責任です。2台あるので、2台とも交換します。どうせ交換するなら容量アップしたい。特に SRL2 はバッテリーが劣化して半日持ちません。では、20S からばらしていきます。基板を触るので、体に帯電した静電気はアースしておきます。見えないので、ルーペで覗き込む。トルクスネジのようです。すいません。ピンボケです。おっと、先にダイヤル外します。ダイヤルは上に引き抜きます。ネジ5本です。そーっと開いてみます。バッテリーコネクターを切り離し、上蓋につながるコネクターも切り離します。これはメインバッテリー。これはアンテナ。これも外します。ここで他の動画では基板を引き抜くと説明されている方もおられますが、私はピンを傷める可能性があるので、ピンのコネクターを先に外します。見た感じ、両面テープ固定だろうと思ったので、カッターの刃先を使って優しく浮かせていきます。ほらね。20S は基板の裏にもサブバッテリーがいるので、開いてサイズを確認しておきます。茶色い渦巻きのものは NFC 近距離通信用のアンテナかな？多分、純正品は手に入りづらいし、無駄に高値ですので、某国から取り寄せます。20S のメインバッテリーは Amazon にありました。サブバッテリーはサイズが特殊でしたので某国から。今回はメインのみ交換します。注意するところはサイズ、容量、コネクターの形状でしょうか。サブバッテリーのサイズは 401,722 3.7V 100mAh でした。
20S のバッテリー詳細です。上が 20S に入っていた純正。下は今回用意したものです。バッテリーに記載されている番号はサイズを表します。このサイズを基本にバッテリーを探せます。入ってしまえばいいのです。20S は給電しながら使うことができるので、バッテリーがいっても使えます。では戻していきます。動作確認。こんにちは。さようなら。次は SRL2。バラしていきます。プラスのネジ4本です。またピンボケ。上が SRL2 に入っていた純正。下は今回用意したものです。コネクターの大きさが違うので、純正のコネクターを移植します。
SRL2 は配線が細いので、潰さないように注意しながら組み立てます。取れてませんが、完成して使えています。SRL2 は給電しながらの使用はできないので、次のバッテリー交換では、並列にして容量アップか、3000mAh ほどのバッテリーを外付けして使おうと思いました。ありがとうございました。